アーミー・オブ・ザ・デッド見ました。アーミー・オブ・ザ・デッド知らない人に説明すると、ネットフリックスオリジナルの、ゾンビ映画です。このアーミー・オブ・ザ・デッドを監督してるのはザック・スナイダー監督っていう、もしかしたら名前聞いたことあるかもしれないですけど、マン・オブ・スティールとか、DC 映画最近よく撮ってますよね。でも、ケルコが一番思い入れのあるのは、ドーン・オブ・ザ・デッドのリメイク版。いや、あれほんと、ゾンビ映画を好きになったきっかけの作品なんで、今回だからそのザック・スナイダー監督が、十何年ぶりに、ゾンビ映画を撮るっていうので、すごい期待してたんですよ。期待してたんだけどね、とりあえず予告見てない人ちょっと予告見てほしいんですけど、予告めちゃくちゃ面白そうなんですよ。ド派手アクションゾンビ映画みたいな、そんな雰囲気がめちゃくちゃするんですね。ゾンビタイガー出てきたりとか、なんか一癖も二癖もあるようなやつらがゾンビをバッタバッタと倒すような、どっちかっていうともっとバカっぽいアホ映画なのかなみたいな感じが予告から感じられたんですよね。でいざ見てみたらね、あの予告詐欺とは言わないけど、そんなにバカ映画でもないというか、いや、あの予告って実は冒頭20分の話なんですよね。てかストーリーから説明しようか。ストーリーは、ラスベガスにゾンビが発生して、このラスベガスの周辺をね、壁で囲って、でその中に核を撃ち込むっていう、正直よくあるような設定なんだけど、このラスベガスの中にでっかい金庫があって、そこに50億円、日本円にして50億円があるから、それを盗みに行こう。それを盗むためのエキスパートを揃えて50億円盗み取るぜっていう映画なんだけど、50億円を盗むエキスパートの中にこう一癖も二癖も確かにあるやつらは出てくるんだけど、なんかね、バカ映画にする要素がこんなにあるのに、なんか真面目に撮っちゃってるいや、そんな真面目に撮る必要ある？いやー、もっと言っちゃうと、アクションシーンめちゃくちゃすごいかっこいいし、絵的にもすごいかっこいい。自由の女神の上にゾンビのボスが立ってたりとか、馬に乗ったゾンビとか、多分予告かなんかにも入ってたと思うんだけど、予告にあるようなシーンのカットはめちゃくちゃかっこいい、正直。いや、正直すごいかっこいいんだけど、いや、2021年にもなって、娘が父親に対して、私が怒ってるのは、お父さんが私を放っといたからよみたいなドラマとか見せられると正直思ってなくて、しかもこれが多分他の人もね批評してると思うんだけど、2時間半それをずっとやるんですよね。2時間半引き伸ばすにはドラマが浅すぎるし、かといってドラマも結構入っちゃってるから、アクションシーンもじゃあすごい多いのかって言われると、そんなには多くない。半分以下、全体の尺の半分以下、3分の1ぐらいアクションシーンがあるかなみたいな。で、予告がちょっと触れたけど、予告詐欺だなって思ったのは、みんながこうゾンビをブワーって倒したりとか、改造丸の子でゾンビ切ったりしてるじゃないですか。あれいわゆる作戦前にこううまくいくに違いないみたいな想像のシーンだけで少し出てくるだけで全然出てこないこれひどいよ。だ
全然予告と違うっていうか、その予告の部分って冒頭20分しか出ないわけですよ。あとは基本的に、このカジノにこっそり忍び込みながら、ちょっとゾンビと小競り合いするぐらいのね、もんなんですよ。もちろんじゃあ、この映画がつまんないかっていうと、そんなことはなくて、とてつもなくお金がかかってる。とてつもなくお金がかかってるし、ビジュアルいいシーンはあるんだけど、どうしてもね、未完成映画館というか、半端ですね。半端でいびつな作品になっちゃってて、アクションに振っているのか、ドラマに振ってるのか、その、目標が全然定まってる気がしないというか、かといえば、じゃあこの映画、すごい目新しい部分があるかっていうと、ゾンビ映画としては、よくある出来というか、お話もね、珍しい設定があるとか、そういうわけでも全然なくて、正直ゲルコは、つまんないとまではいかないけど、2回目は見なくていいかなっていうぐらい。何回も同じ映画見るって、世間の人はしないらしいので、それでいいのかもしんないけど、それにしても、ちょっとがっかりだったかな。だから、もし点数をつけるとすれば、ゲルコあんま点数つけるの好きじゃないんだけど、100点中60点とか、そんぐらいの映画でした。てかちょっと今も触れたんだけど、オリジナリティみたいな部分が全然なくて、新幹線の続編、名前忘れちゃった。とか、あと、エイリアン2っぽい場面とか、オマージュって言っちゃえば綺麗なんだけど、オマージュにしてもちょっと薄いというか、そのストーリー、さっき言ったアクションとドラマの継ぎはぎ部分とか、そういうオマージュがうまくいってんだかいってないんだかってところを見ると、すごいパッチワークみたいな映画になってて、ただ一つわかるのは、期待しすぎました。予告でぶち上がったし、最初の20分は確かにめちゃくちゃいい出来。オープニングはもう最高なんだけど、この最高に高まったものがどんどん落ちていく感じ。規模も思ったものじゃないし、見れるものもどんどん少なくなって、まさか改造丸の子みたいなものがただ壁を破壊するだけに使われるとは思ってもいなかったんだよね。すごいがっかりしちゃって、正直ザック・スナイダーだったらもっと120点ぐらいの映画を出してくるんじゃないかって思ったんだよ。だからこそ60点の作品が出てきて、がっかり具合がすごいっていうだけなんだけどね。多分、これでいいって人も全然いると思うんで、あくまでこれはゲルコの意見だけど、正直、次にまたザック・スナイダーがゾンビ映画撮るよってなっても、もうあんまり期待しないかなって思いました。ただ、前日談が来たらそれはちょっと見ようと思います。そうそう、前日談がね、もう制作決定してるらしいんで。簡単にまとめると、2時間半の内容ではとてもない。2時間半やるには、ドラマが引っ張るパワーないし、要するに脚本があんまり良くないし、かといってドラマに引っ張りすぎてる。もう少しね、見せ方が上手かったらよかったんだけど、そういうわけでもない。本当に、美しい絵というか、スナイダー監督が好きそうだなっていう要素が、表面上だけ見れるっていうだけでした。こんぐらいにしとこうかな。ザック・スナイダーに怒られるかもしれないし。じゃあ、
バイバーイ。